普段道場でやってる基本的なところをいかにその組み手に活かせるようにしていくかっていうのをちょっとメインでやっていこうかなと思ってます。でこれを作ってパンってちょっと押してもらっていいですか。でこれ押されてで抜いてもらってもいいです。ここで耐えれて初めて三鎮立ちの中段突きができてるっていう状態です。こうガンって言うからもうこのままポンやんこおつこんにちは、風川峠です。今回ですねちょっと岐阜の結構奥地に来てるんですけども、今回ですねこのここであるですね江那市からの体育館で行われる、大会のですね大会後にちょっとセミナーをお願いされて、ちょっと岐阜のここどこだ江那市のちょっと B&G 体育館なんですけどこう山奥で急遽セミナーをすることになったので、ちょっと今回そのセミナー中の様子で一部ちょっとお届けしたいと思いますので、今回内容としてはちょっと初級者中級者をベースにしながら基本稽古とかをどうやって組み手に生かしていくのかっていうベースを伝えていこうかなと思いますので、ぜひよかったら楽しんでいってください。比較的そのなんですかね、選抜大会とかの選手ではないので、基本、普段道場でやってる基本的なところを、いかにその組み手に活かせるようにしていくかっていうのをちょっとメインでやっていこうかなと思ってます。でちょっと後でペアになってもらって、稽古したりするので、ちょっと今の間に周りでちょっと自分とできれば体重とか身長がなるべく近い相手、あんまりちょっと離れすぎるとあれなんで、なるべく近い相手をちょっとペアで作ってもらいたいんで、ちょっと今のうちにちょっと誰か見つけてちょっともうペアになっておいてください。一回はい、この人通過前だんですが、写メとか撮ってもらってもいいです。あとできたらメモとかを持ってメモれるものを持ってる人がいたら、紙とペンとか、用意してもらえるといいかなと思います。セミナーの時にちょいちょい言うんですけど、基本的にそうなんだって思っても1時間も経ったら忘れちゃうんで、いいなと思ったことはちょっと書き留めて、自分で書き留めるっていうことを行為するだけで、脳の定着率上がるので、よかったらちょっと書き留めて、なんならそれを道場に帰ったら他の人に教えてあげたりすると、定着率ガーンと上がるんで、よかったらちょっとうまく活かしてもらえればなと思います。ちなみにもう今日は極真の選手しか残ってないと思うんで、普段やってる三鎮立ちと前屈稽古、これを無駄にしないための練習方法と、あとそれをじゃあどういうふうに、組み手として試合に生かせる技にしていくかっていうのをちょっと今からやっていきたいと思います。じゃあちょっと一回、隣の人ぶつかんないぐらいにちょっと広がってもらって、一回ちょっと三鎮立ちをやってみます。いいかな。はい、三鎮立ち、はいはい、構えて、はい、じゃあ両拳を前出して右拳引いて、ちょっと気合なしでいくんで、ちょっと自分の普段やってる中段の突きの中で自分が一番できる一番ちょっと強い突き、これが自分の理想的な中段突きですっていきます。はい、よし、はいはいはいやっですですね、その時に普段、三鎮立ちやってる時に自分のつま先の向きをどこに向けてるかとか、どのくらい前後の足をずらしてるかとか、そういうのを普段ちょっと意識してやってるのかっていうのをちょっと確認していきたいんですが、これ実はちゃんとできると三鎮の中段突きで打った時、例えば前からこうやって手を押されても、押されずにここでピタッと止まれるってことができるんですが、ちょっと今それがみんなできてるかっていうのをちょっと確認したいと思うんで、今ペアになってもらった人とどっちかごめん、じゃあペアになってもらった人はちょっと向き合ってください。はい、最初はグーじゃんけんぽい。勝った人が三鎮立ちでちょっと中段突き準備して、この中段突き自分の理想的って形取ってください。これが強いパンチ打ち終わった状態です。そしたらそれ前の人、大角近いからあれかな、なんならこうやってパーンって叩いてもいいし、グッてある程度押してもいいんですが、それで、押し負けない形になってるかちょっと確認してください。ペアでOK です。じゃあちょっと一回こっち向いてください。でごめんなさい、ちょっと今日僕肉離れしてて綺麗完全な三鎮立ちっていうのはできないんであれなんですが、ちょっと誰か来てもらおうかな。すみません、ちょっとよろしいですか。三鎮立ちをした時に今ちょっと何人かそうだったんですが、ちょっと手出してもらっていいですか。これで押された時にちょっと押してもらっていいですか。こうやって耐えてる人が何人かいるんですけど、これだとちょっと手ポンって抜いてください。こうなっちゃうのはこれ三鎮立ちで耐えてるんじゃなくて、ただただ前に体重かけてるだけなんで、そうすると例えば今のパンチで打っちゃうと毎回こんな基本稽古しないね。ちゃんとここで止まれるようにしてる。でこれを作ってパンってちょっと押してもらっていいですか。でこれ押されてで抜いてもらってもいいです。ここで耐えれて初めて三鎮立ちの中段突きができているという状態です。これがこういうんじゃないので、押された力が、基本的にはパンチ打ってる方の
足の方に抜けていきます。なんで、左のパンチを押されたときは、すみません、ちょっと今日左のバレないんですけど、左の方に抜けていくし、右のパンチを押されるときは右の方に抜けていくっていう形で、ちょっとパンチを打っている方の足に乗せるっていうのが大切なんですが、これ、もうちょっともう答え先に言っちゃいますが、ちょっと一回ホワイトボードの方を見てください。三鎮立ちの足。一応足、下手くそだけど足です。で、この足がどこ向けてますかっていうのを、普段から意識してやってますかね。この足なんですが、これつま先を向けてる方を結んだところが自分がパンチ打ってるところにしてください。右左同じとこみんなパンチ打つと思うんで、そこにつま先を向けます。はい、でここは基本的にはつま先とかかとのラインが同じラインなんですが、で大体ここ人差し指のラインぐらいが、肩幅になるようにします。ちょっとこれをまずちょっと作ってください。で一番大切なのがこのつま先の向きをパンチの方に向ける。これ実際の組み手でも関係してくるんで、これちなみに一応なんでかっていうのをちょっと説明したいんですが、基本的にはつま先と膝が向いている方向に、人間足の力出力できるようになっているので、今綺麗にこうちょっと待ってね、ちょっと左がうまく回れないが、三鎮立ちを例えばこの状態で取ってます。この時にうまく足のつま先と膝の向きが合っていると、足を伸ばそうとするとこの拳がパンチの方に向かう動作になってれば足の向き合ってます。例えばこれ分かりやすくこっち横向けて足地面蹴ると頭こっち行っちゃうと思うんですよ。回転運動にならないようにつま先をパンチ打つ方に向けてもらって、で足でグッて蹴るとここが回転する動作自体、足を地面蹴った力がここに持ってこれるっていう、そうすると足で地面蹴った力をここに乗せれるっていう、順番になるので、これができてれば足の力でパンチ打ってるから押されたら足に抜けてくる。なんでこれちょっとここを各自ちょっと意識してもらって、はい、パンチと足の向きつま先の向き合ってる状態にして、で地面つま先からグッて力使った力でパンチが出るっていう、ちょっとこれ各自ちょっと何回かやってみて、足の力がしっかりここに乗ってるか確認です。ちなみにこれ膝伸ばしちゃったらできないからね。膝曲げてるから足の力がこの力がここに乗るんで、これ足伸ばしちゃったら足の力使えないんでね。いいかな。よし、じゃあそれを踏まえてもう一回じゃあお互いにはいやってみます。でパンチ打ってる方の足で耐えます。パンチ打ってる方の足で耐えます。押した力が足に抜ければ OK。 肩とかに抜けちゃうと押されちゃうんで、足に力が抜けていくかどうか。これ自体は、やり方さえ覚えていれば別に道場に帰っていつでもやってもらえるのと、なんなら家族とかで少年部だったらお父さんお母さんに三鎮立ちやった状態でちょっと押してみてっつってでってなったらあれっていうで、今ちょっと何人か見ててちょっともったいないなっていうのが、こう押された時に肩のこっちにこうやって抜けちゃうと、これ強い力に耐えれないので、ぐっとこれが出た状態で押された力はそのまま足の方に抜けていくように、これがもうこうなっちゃったら勝てないので、このままで耐えれるようにちょっとで、それを意識して普段の中段突きを出すっていうのがちょっと大切なんで、普段中段突きも極端にこうやってやってる人パンチ当てたら自分が飛んでいっちゃうからね。このパンチ何回練習したってパンチ強くならないんで、足の力、足を使う、足の力をそのままパンチ乗せるっていう、方法を今教えてますが、これ以外にも他にも方法があります。例えば落ちる力を乗せるっていうパンチもあるんですけど、ただ足からちゃんと乗っけて押されても押されない立ち方ができて初めて落ちた時にボンって当たった瞬間に揃えれるっていうのができるんで、一番最初はまず足から来た力をしっかりここに伝えて、押されても押し負けない形を作れるのがベースなんで、ちょっとこれだけはね普段の基本稽古の時より意識しちゃってください。これ意識しないとできるようにならないんで、これちょっと、覚えて帰ってもらったらと思います。でもう一つ大切なのがあるんで、もう一回ちょっと三鎮の中段突きやってくださいかな。でこれ結構多いのが、ちょっと分かりやすく極端にあるのが、これ手を出すっていう動作でパンチ打ってる人が結構多いので、今日まず最初やってほしいのが、前に出てるとめちゃくちゃ早く体に引きつける。前に出てる手を引きます。でこうすると、さっきできる人はさっきの地面蹴った力でこっちを出すのと、前に出てる手を引くのを合わせて、出す力だけじゃなくて引く力と出す力を足して、ここから引きながら出すっ
っていうことをすると月がズバッと走れるようになるんで、それちょっと意識して、はい、じゃあ構えます。いいかな。じゃあガッと引きながらそれでプラスしていくよ。はい、よし、はい、早く引く。3、4、そう、5、6、7、8、9、8。おお、そんな感じだね。OK、一回直ってください。はい、わかりました。したら、このまま、今度は普通の、組手の構えで今のやつをじゃあどう使うよっていうのをちょっとやっていきたいんで、またちょっと2人ペアで、押し合ってほしいんですが、今からやるのは普段の組手の構えでパンチを、利き手の方でいいです。パンチを打った、ここが自分のパンチ一番強いところですよっていうのを決めたら、さっきみたいに押してもらいます。いいですか。ということで、じゃあさっきじゃんけんで勝った人パンチ、じゃんけんで負けた人押し側で、はい、挑戦。ごめんなさい、じゃあちょっと一回こっち向いてもらっていいですか。こっち向いてもらっていいですか。ちょっとじゃあいいですか。組手構えでパンチを打ったらちょっと両手出してもらっていいですか。これで、強い形で作ります。で押してもらっていいですか。強くグーッとしてください。全力で。これ喋りながらとかでも耐えれるんで、型で。でこれ押し返せるぐらいの形作れるんで、これ形がしっかりパカッと決まると、グッと押してください。これは別に、そんなにこれうーってやる必要なくて、ちゃんとここが決まってるとこうやって喋りながらも片手でこれで押しちゃうので、この形を作るっていう練習をしますが、ちょっと一応、今はノーヒントでいくんで、なんとなくよしグーって両手でなんならお互いでうーって押されてもどうぞって言えるぐらいのつもりでちょっと挑戦、一回挑戦、後で答え合わせするんでよし、じゃあいいですか、いいですか。じゃあお願いします。これさっき言った、ちょっと消しちゃったけど、三鎮立ちのつま先と膝の向きって覚えてます。今そもそもそれができてない人が結構多かったんですが、もう一回誰か、ちょっとすみませんですよ。まず、つま先と膝をパンチの方向に向けます。で、組手立ちの時は、これあえてかかとついた打ち方あるんですけど、そうすると距離は短くなっちゃうので、普段組手で使う場合はかかと上げます。上げます。この状態で膝とつま先を相手にしっかり向けてください。これ実際に地面蹴ってもらうと分かるんですが、こちらに持っていった状態で地面を思いっきり蹴ると頭って多分こっち行きますよね。ってことは自分の足の力はパンチの方向じゃなくて斜め上に捨てちゃってることで、あと意外にパンチを思いっきり打とうとした時に後ろ足がぐっと中まで入っちゃう子いるんですが、こうすると今度足伸ばすと斜めこっちに行っちゃうので、パンチで合わさらないので、つま先と膝をパンチの方に向けます。でこの状態で足蹴ると拳の方に勝手に体に行ってくれるようになるんで、そうすると足の力が拳に使えます。なのでまずはつま先とお願いします。膝をこっちに揃えます。でプラスちょっと何人かさっき見てるとこれがこうなってて、ちょっと押してもらっていいですか。こういう形で耐えてる人いますが、これだと、かなり筋力使うとか、もしくはここで耐えなきゃいけなくなっちゃうんで、ここをねちょっとイメージとしては肘をクッと前に出すようにして、これ肩甲骨を出すっていう言い方するんですけど、これを出してやってで揃えてやると基本的に骨で止めれるとこれ、楽です。であとはもう一個ちょっとお腹反っちゃう人はこれお腹反っちゃうとこういう形になっちゃうので、基本的には一回ちょっと手握ってもらっていいですか。しまった、マイク入ってるお腹をドンって叩くときに息をシュッて吐きながらお腹を少しフッて丸めるように吐きます。でこのシュッて丸めたこの形、これ作ってつま先と膝揃えて肩甲骨出して、で理想を言うと細かいですが、ここまっすぐじゃなくて70度です。でこの状態作って押してもらっていいですか。この状態を作ってもらうとこれ押し返す力ができるんですが、伸ばしきっちゃうとこれ以上押せないので、基本はここで揃えた状態、これが当たった時に一番パンチが強くなる形なので、ここを揃えれるようにします。ちょっとこれですね、全部一個ずつ合わせるの難しいので、まずはせめて後ろ足のこのつま先と拳の膝と拳のラインです。これはできるだけ揃えてください。ちょっと挑戦お願いします。基本的には、骨格、うまく骨揃えるとこれ強くなります。でこれが分かってないと何がいけないかっていうと、じゃあ今から強いパンチ練習します、強いパンチ打てるようになりましょうって言っても正解の位置が分からないんで、何回やっても結局自分でボヨンって吸収しちゃうと、パンチって自分の威力をなんなら100使って
、20、30後ろに捨てちゃうことになるので、これ押されて押し返されるってことは、パンチ打ったらその分バーンと当たった瞬間に自分で吸収して後ろに捨ててることになっちゃうんで、せっかく100の力使っても30、40後ろに捨ててたらこれ体力の無駄遣いになっちゃうんで、ここを揃えれるっていうのが結構大切になります。で逆にこれ揃えれるようになっちゃうと、ちょっとミットがあるから例えばここからバーンって打たなくても、ここからトンって体重乗せれば自分の体重全部相手に伝わるんで、なんか横から見たらこんだけのパンチだけどそれなりの威力が出たりするんで、ミットありますパンチ打つときにこうやってドーンって打たなくて、なんならここからこんだけやね、ここからこんだけで体重をここにポンと落とすときに骨を揃えるということをしますがこうガンって言うから、もうこのままポンやねん、ここに体重をポンと乗せるだけなんですが、こんだけでパンチになってくるので、でせっかく全力でバーンっていくんだったら、今の角度を揃えて全力でいけば全部力伝わるので、今見たら分かると思うんですが、もうこんなん全然力使わない、ここからこんだけだけど、これが揃ってればパンチにはなってくるので、こんなんだったら何百発打っても疲れないのででうまく骨を揃えるっていうのが大切になってくるというのを覚えておいてください。で、じゃあ話がいろいろ難しくなっちゃってですが、もう一回じゃあ強いパンチここです。はい、ちょっと合わせてください。はい、質問です。つーちゃんが質問です。はい、70度。じゃあちょっとやってみて。でまずはちょっと足こっち、そうで膝とそうで、もうちょい肘曲げてもらって、ちょっと圧抜いてもらっていいですか。でごめん、股関節をちょっと股関節を折ります。そうで肘曲げて、で前向いて、で体ここでいいよ、青川でいいよ、でここで肘曲げていいよ、でちょっと脇締めて、でかかと上げて、その向きって、で肘曲げる、でちょっとずつ圧かけていってもらって、これで耐えれるように骨格揃えて、なんかすごい強いですけど、圧かけてもらって大丈夫ですよ。かけてます、すごいかけてますよ。強いね。ここでパンチ打てば強くパンチ打てる。ありがとうございます。はい、ちょっと待ってね、一回じゃあそのままでいいんで抜いてもらって、前足もうちょっとこっち来てます。でかかと上げ、パンチ打ってもらっていいですか。まだ押さなくて OK です。もうちょい前行く、足はこのまま、もうちょい前、でかかと上げて、膝そうっす、でパンチ出して、ここを股関節を折ります。そう出してもらって、で腹筋締めます。で前見ます。で肘締めて、そうっす。で軽く一回押さえてもらっていいです。軽く圧かけてください。で圧かけられた時にしっかりここを揃うようにしていきます。もうちょいこう前見て、これだけでもさっきより強いけど全然違う。少しちょっとずれてますけど、でもそれでもさっきより全然強いです。で一応そこにパンチを当たる瞬間にそこにパンと合わせれば自分の力伝わる。大丈夫やろ、頼むで。よし、すいません、大丈夫ですかね。ちょっと個別で指導させてもらったところはある程度あったと思うんですが、ここが強いっていうのが分かれば、そこでパンチがバーンと当たれば、確実に自分の力を伝えれるようになるんで、そこの、角度の練習してください。これもさっき見たみたいに道場行ってお互いでやればいつでもできるので、意外にちょっと見てて多いのが、前後が狭すぎる人とか、あとかかとが、このままの人とかいて、これがこうしっかりつま先をこう向けるんですね。もし分からなかったらつま先から地面を蹴った力で自分の体がどっち行くかって調べてみてください。これつけちゃうと、上行っちゃうので、ここを蹴った力がちゃんとこれを前に運ぶ力にちゃんと変換されてるかっていうのを、見てもらって、こうやってやって地面蹴ったら拳が前に行けば OK です右の足で全部拳が前に行く力に使えれば、基本的には全身で、生み出した力をここ拳1点に伝えるのがパンチなので、そういう感じでここの動きはここに乗ってるかなっていうのを確認していくことで強くなっていくね。引きもそうですね。これ、パンチ打つ時もこの引きがこういう運動になってれば OK です。これがこういう運動になってると、
これはパンチじゃなくて引く力でこいつが前に出るっていうのが使えると、これが引きがパンチ力に変わるので、こういうちょっとした細かいことなんですが、これ覚えとけば別にどこでもできるので、ちょっとなんだろう、覚えて持って帰って少年部同士でもある程度の年齢になればお互いで押し合いしてできますし、さっきちょっと、見てもらったところだと分かると思うんですが、同じぐらいの体格と体力であれば両手で押されようが別に片手で全然耐えれるようになるんで、そこを練習してください。で、1点だけ、これ覚えた人にちょいちょいありがちなのは、ここが強いって止めちゃう人がいて、これってここで全部終わっちゃうので、基本はパンチが当たって一番スピードをバンって乗せたいタイミングが今の角度です。なんで一番強いここが、当たったこの瞬間で、そこからフォロースルーが必要になるんで、ちょっとここだけ間違いない。意外にこれを教えたら、ここってやっちゃうと、これ何の練習してるか分かんなくなっちゃうんで、ちょっと覚えておいてください。では、ラストちょっと、前手のジャブとかを一気に強くするっていうので、そこにつながる移動稽古をやっていきたいと思います。そうしていくと前手とか、逆突きでも使えるんですが、このまま前手からドンっていう強いパンチを打つベースになるので、こっちで体重をポポンって分けちゃってるんで、こうすると体重は全部使えないので、前屈の中段突き普段やってる時はみんなはここで打ったらこっちしか落としてない、ここでパタッと落としたら自分の、パンチ力はここに捨てられてると思ってください。